り解説。1975年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1975年って、どんな映画が日本で人気だったのかな？お、良い質問だぜ、レイム。1975年って日本でも海外でも名作がたくさん上映された年なんだ。しかもその中には、今でも語り継がれる作品がいっぱいあるぜ。へえ、そんなにすごい年だったんだ。どんな映画があったのか知りたいな。もちろん、今回は1975年に日本で公開された映画をランキング形式で紹介するぜ。10位から1位まで、どれも名作揃いだからワクワクするぜ。それは楽しみだね。どんな作品がランクインしているのか、早く教えて。じゃあ、早速行くぜ。1975年日本公開映画ベスト10、始まりだ。第10位。ザッツ、エンターテインメント。第10位は、ザッツエンタテインメントだって。マリサ、この映画ってどんな作品なの？お、良いところに目をつけたな。ザッツエンタテインメントは、1974年にアメリカで制作されて、翌年の1975年に日本でも公開された映画だぜ。この作品は MGM メトロゴールド・イン・メイヤーという当時の映画界を代表するスタジオが、過去に制作したミュージカル映画の名シーンをまとめた作品なんだ。名シーンをまとめた映画なの？それって新しい映画じゃなくて、過去の作品をつなぎ合わせた感じなのかな？その通りだぜ。厳密に言うと、新しい映画というよりは映画の歴史を振り返るドキュメンタリーの要素が強いな。でも、単なる総集編じゃないのぜ。この作品にはフレッド・アステアやジーン・ケリーといった、往年のスターたちが登場して、自分たちの出演シーンを振り返ったり、当時の撮影裏話なんかも語るんだ。それは面白そう。ミュージカルのファンにとっては、たまらない内容だね。特に雨に歌えばや、オズの魔法使いの名シーンなんかが見られるのは最高だぜ。ミュージカル映画の黄金期と呼ばれる、1930年代から1950年代にかけての作品がメインだから、その時代の雰囲気やエネルギーを感じられるのも魅力的なんだ。なるほど。懐かしさだけじゃなくて、新しい世代の人たちにも映画の素晴らしさを伝える内容になっているんだね。そうだぜ。さらに、当時の映画技術や色彩の美しさも体験できるし、まさに映画そのものの魅力を再発見できる作品だな。1975年の日本で公開された時も、映画ファンの間で話題になったんだぜ。私も見てみたくなっちゃった。他にもどんなミュージカルの名作が収録されているのか気になるなぁ。それは見てのお楽しみだぜ。さて、次は第9位に進むぞ。第9位。ロンゲスト、ヤード。次は第9位。ロンゲストヤードってタイトルだけど、これってスポーツの映画かな？その通りだぜ。レイム。ロンゲストヤードは、1974年にアメリカで制作されて、1975年に日本で公開された映画だ。主演はバート・レイノルズという当時の人気俳優で、アメリカンフットボールをテーマにしたコメディとドラマが融合した名作なんだぜ。アメリカンフットボールがテーマなんだ。でも、どんなストーリーなのか気になるなぁ。ストーリーは、元プロのフットボール選手で問題児だったポール・クルーが、トラブルを起こして刑務所に入れられるところから始まるんだ。そして、刑務所の所長に命じられて、囚人たちを集めてフットボールチームを作り、監視チームと対戦することになるってわけだ。へえ、囚人チームと監視チームの試合、なんか緊張感がありそうだけど、コメディ要素もあるの？シリアスな部分もあるけど、囚人たちのキャラが個性的で面白いシーンもたくさんあるぜ。それに、フットボールの試合の描写が迫力満点で、スポーツ映画としても見応えがあるんだ。確かに、スポーツの試合シーンが熱い映画って見応えがあるよね。でも、囚人たちが勝つのか、それとも監視たちが勝つのか、気になっちゃう。それは見てのお楽しみだぜ。この映画はただのスポーツ映画じゃなくて、人間ドラマとしても深いテーマが込められているんだ。特に、自由や仲間との絆、自己再生といったメッセージがしっかり描かれているから、多くの人の心に響く作品になっているんだぜ。なるほど。だから日本でも話題になったんだね。
そういえば、この映画ってリメイクされたりしてるの？よく知ってるな。実は2005年にアダム・サンドラー主演でリメイク版が作られていて、これも人気を博したんだ。オリジナル版もリメイク版も、それぞれ違った良さがあるから見比べるのもおすすめだぜ。へえ、そうなんだ。じゃあ、オリジナルを見てからリメイクもチェックしてみるのもいいかもね。ぜひそうしてくれ。さて、次は第8位の作品に進むぞ。第8位、チャイナタウン。次は第8位。チャイナタウン。このタイトル、なんだかミステリアスな感じがするね。まさにその通りだぜ。チャイナタウンは1974年にアメリカで制作されて、1975年に日本で公開された映画なんだ。監督はロマン・ポランスキーで、主演はジャック・ニコルソンとフェイ・ダナウェイ。ジャンルとしては、フィルムノワールって呼ばれるミステリー映画の代表作だな。フィルムノワール？それってどんなジャンルなの？フィルムノワールは、暗くてシリアスな雰囲気が特徴の犯罪映画やミステリー映画のことだぜ。モノクロ映画が多い時代に流行したジャンルだけど、チャイナタウンはそのスタイルをカラー映画で再現した名作なんだ。へえ、なんだかおしゃれな感じだね。でも、ストーリーはどんな内容なの？この映画のストーリーは、私立探偵のジェイク・ギテスが、ある女性から夫の浮気調査を依頼されるところから始まるんだ。最初は単純な浮気調査だと思ってたけど、実はその裏に大規模な陰謀が隠されていて、ギテスは深い闇に巻き込まれていくって展開だぜ。それってかなり複雑そうな話だね。陰謀って、どんなものだったの？具体的には、ロサンゼルスの水道利権をめぐる汚職や犯罪だな。この映画は、実際の歴史をベースにしていて、1930年代のロサンゼルスを舞台に、権力や金にまみれた裏社会の様子が描かれているんだ。すごいリアルな設定だね。でも、探偵ものって緊張感もあるけど、かっこいいシーンも多そう。ああ、ギテスが真相を追い求める姿は見応え抜群だぜ。それに、ジャック・ニコルソンの演技がまた素晴らしいんだ。彼の魅力と物語の重厚さが相まって、見る者を一気に引き込むぜ。なるほど。これって映画好きにはたまらない作品だね。1975年の日本でも話題になったの？そうだぜ当時の日本でも。チャイナタウンはそのシリアスな内容と、スタイリッシュな演出で多くの映画ファンを虜にしたんだ。特に結末が衝撃的で、一度見たら忘れられないって評判だったな。そうなんだ。ちょっと重い話だけど、すごく興味が湧いてきたよ。ぜひ見てみてくれ。さて、次は第7位だぜ。第7位、ストリートファイター。次は第7位。ストリートファイター。タイトルからしてアクション映画かな？その通りだぜ。レイム。でも、このストリートファイターは1975年に公開されたアメリカ映画で、監督はウォルター・ヒルなんだ。この作品は、ウォルター・ヒルの監督デビュー作でもあって、独特の作風が際立っているぜ。へえ、監督デビュー作なんだ。どんな話なの？結論から言うと、この映画はアメリカ南部を舞台に、裏社会で戦うプロボクサーの物語なんだ。理由を説明すると、主人公のチェイニーが生活の糧を得るため、非合法な地下ファイトに参加するようになるんだよ。非合法な地下ファイトって、なんだか危険そうだね。その通りだぜ。実例を挙げると、チェイニーはマネージャーのスピードと組んで試合を渡り歩くんだけど、やがて犯罪組織や裏社会の問題に巻き込まれていくんだ。特に、試合の中で見せる激しい闘争心と、裏社会でのサバイバル術がこの映画の見どころなんだよ。なるほど。それだけだとシリアスな映画に思えるけど、何か特徴的な部分はあるの？ああ、この映画の魅力は、派手な演出だけじゃなくて、キャラクターの人間ドラマにもフォーカスしているところだ。主演のチャールズ・ブロンソンが演じるチェイニーは無口で寡黙な男なんだけど、その分、戦いの中で感情が爆発する場面がすごく印象的なんだ。静と動のバランスが良い感じの映画なんだね。そうだぜ。そして、ウォルター・ヒル監督の独特な演出も見逃せないポイントだ。映像の構図や音楽の使い方が秀逸で、1970年代のアメリカ映画らしい雰囲気が漂っているんだよ。当時のアメリカの社会や文化も感じられそうだね。その通りだぜ。だから、
この映画は単なるアクション映画じゃなくて、社会的な背景も感じられる作品になっているんだ。ぜひ見てみてくれ。わかった。次の第6位も楽しみだね。ああ、次も名作だぜ。期待しててくれよ。第6位、青春の門。次は第6位。青春の門。なんだか文学的なタイトルだけど、これはどんな映画なの？いい質問だな。レイム。青春の門は1975年に公開された日本映画で、五木ひろゆきの同名小説を原作にしているんだ。この小説は日本文学の名作で、映画版も豪華なキャストと美しい映像で話題になったんだぜ。原作が文学の名作ってことは、ストーリーもすごく深そうだね。どんな内容なの？結論から言うと、青春の門は、主人公の伊吹慎介が幼少期から青年期にかけて成長していく姿を描いた物語だ。理由を説明すると、慎介は筑豊丹田という炭鉱が栄えた地域で育ち、労働者や家族、そして恋愛や裏切りといった様々な人間模様を通じて自分の道を模索していくんだ。それってすごくドラマチックだね。どんな場面が見どころなの？例えば、炭鉱での厳しい労働の中で生きる人々の姿や、慎介が恋愛や挫折を経験して成長していくシーンが見どころだな。特に、炭鉱の描写はリアルで、当時の時代背景がよくわかるんだ。その時代の日本の雰囲気が伝わってきそうだね。キャストも豪華って言ってたけど、誰が出てるの？主演は田中健が慎介役を演じていて、共演には吉永小百合や中台達也といった、日本映画界を代表する俳優たちが名を連ねているんだぜ。彼らの演技が物語にリアリティと深みを与えているのも、この映画の魅力だな。へえ、そんなに素晴らしい俳優さんたちが揃ってるなら、演技にも引き込まれそう。その通りだ。そして、この映画は単なる青春ドラマにとどまらず、時代の移り変わりや人々の価値観の変化も描いているから、見る人にいろんなことを考えさせる作品なんだ。特に、慎介の成長を見守ることで、自分自身の人生を振り返るきっかけにもなるぜ。なるほど。すごく深い内容なんだね。これは絶対に見てみたい。ああ、きっと気に入ると思うぜ。それじゃあ、次は第5位の作品に進むぞ。第5位、トラック野郎、ご意見無用。次は第5位。トラック野郎ご意見無用だって、タイトルだけでなんだか面白そうな感じだね。その通りだぜ。レイム。トラック野郎ご意見無用は1975年に公開された日本映画で、当時大人気だったコメディアクション映画シリーズの第一作だ。主演は菅原文太と相川金也で、このコンビが繰り広げるドタバタ劇が魅力的なんだ。へえ、菅原文太さんって硬派なイメージだけど、コメディもやってたんだね。ああ、彼の普段のイメージとはちょっと違うコミカルな一面が見られるのも、この作品の見どころだぜ。この映画では、菅原文太が演じる一番星こと星桃次郎と、相川金也が演じるやもめのジョナサンこと松下金蔵が、トラック運転手として全国を旅しながら騒動を巻き起こしていくんだ。旅をするトラック運転手って、なんだかロマンがあるね。でも、どんなストーリーなの？結論を言うと、この映画は二人が仕事や恋愛、トラブルに巻き込まれながらも、友情と絆で乗り越えていく話だ。理由を説明すると、桃次郎と金蔵はトラック業界で生きる男たちで、運転技術や起点を活かしてピンチを切り抜けていくんだよ。なるほど。トラック運転手としての技術や生活も描かれてるんだね。そうだぜ。例えば、この映画の名物シーンとして、桃次郎が派手にデコレーションされたトラックで街道を走るシーンがあるんだ。デコトラ文化の元祖とも言われる演出で、当時の観客を大いに魅了したんだぜ。デコトラって、あのカラフルな電飾とか派手なデザインのトラックのことだよね。確かに目を引きそう。そうだ。それに、この映画のもう一つの魅力は、人情味あふれるエピソードだ。桃次郎が恋をしたり、金蔵と口喧嘩をしながらもお互いを助け合う姿が心温まるんだよ。なんだか笑えて泣ける映画って感じだね。日本で大ヒットしたのも納得だよ。ああ、そしてこの作品がきっかけで、トラック野郎シリーズは全10作まで続くことになるんだ。桃次郎と金蔵の冒険は、
今でも多くのファンに愛されている名作だぜ。なるほど。じゃあ、この映画はシリーズの出発点として絶対見ておかないとね。その通りだ。さて、次は第4位だ。期待しててくれよ。第4位、ヤング、フランケンスタイン。第4位は、ヤング・フランケンシュタイン。タイトルからしてホラーっぽいけど、ちょっとユニークな雰囲気も感じるね。その感覚、合ってるぜ。レイム、ヤング・フランケンシュタインは1974年にアメリカで制作されて、1975年に日本で公開されたコメディ映画なんだ。監督はメル・ブルックス。主演はジーン・ワイルダー。この二人のコンビが送る、伝説的なパロディ作品だぜ。パロディってことは、フランケンシュタインの映画を元にしたギャグ映画ってこと？その通りだぜ。結論を言うと、オリジナルのフランケンシュタインやフランケンシュタインの花嫁を元に、ホラー映画の要素をコミカルにアレンジした作品なんだよ。理由を説明すると、メル・ブルックスのユーモアがふんだんに盛り込まれていて、ホラー映画のお約束を笑いに変えてるんだ。へえ、それは面白そう。どんなストーリーなの？物語は、フランケンシュタイン博士の孫にあたるフレデリックが主人公なんだ。彼は祖父の研究を嫌って医師になったんだけど、祖父が残した城を相続してしまう。そして城に足を踏み入れたことで、ついに彼も祖父の実験に手を出すことになるんだよ。おじいさんの研究を嫌ってたのに、自分も同じことをするって面白い展開だね。そうなんだ。実例を挙げると、彼が死体をつなぎ合わせて怪物を復活させるシーンは、オリジナルの映画を忠実に再現しつつも、奇妙で笑える演出が満載なんだぜ。それに怪物役のピーター・ボイルの演技が絶妙で、笑いと感動が詰まってるんだ。ホラー要素と笑いが絶妙に組み合わさってる感じだね。それにしても、キャストも豪華だね。そうだぜ。ジーン・ワイルダーのコミカルで情熱的な演技に加えて、脇を固める俳優たちも最高なんだ。特にイーゴルを演じるマーティ・フェルドマンの怪演は、この映画のハイライトだな。なるほど。登場人物も個性が強そうだね。日本ではどんな評価だったの？日本でもそのユニークさが受けて、映画ファンから愛されたんだ。ホラー映画をパロディにするっていうアイデアが新鮮だったし、メル・ブルックスのユーモアが日本の観客にも通じたんだよ。ホラー好きにもコメディ好きにも楽しめる映画なんだね。見てみたいな。ぜひ見てみてくれ。絶対笑えるから。さて、次は第3位だ。盛り上がってきたぜ。第3位、ジョーズ。いよいよ第3位。ジョーズ。このタイトルは有名すぎて聞いたことあるけど、どんな映画なの？レイムも知ってるか。ジョーズは1975年に公開されたアメリカのパニック映画で、スティーブン・スピルバーグ監督の出世作なんだ。結論を言うと、この映画は映画史に残る超名作で、観客を海の恐怖に引きずり込んだ作品だぜ。へえ、スピルバーグ監督の出世作なんだね。でも、どうしてそんなに有名なの？理由は、そのストーリーと革新的な演出だ。物語は、アメリカの小さな海辺の町アミテを舞台に、人々を襲う巨大な人食いザメとの戦いを描いているんだ。特に、サメの存在をじわじわと観客に感じさせる演出が秀逸なんだよ。直接サメが出るシーンだけじゃなくて、見えない恐怖を演出してるんだね。それは怖そう。ああ、実例を挙げると、ジョン・ウィリアムズの音楽が最高なんだ。ダンっていう低音から始まるテーマ曲が、サメが近づく緊張感を完璧に演出しているんだよ。この曲を聴くだけで、観客はサメがどこかにいるって感じてしまうのぜ。うわ、それって聞いただけでドキドキしそう。キャラクターたちも面白そうだね。そうだな。主人公は町の保安官ブロディで、彼が海洋学者のフーパーや、プロのサメハンターのクイントと一緒にサメに立ち向かうんだ。この3人の性格や立場の違いが物語に深みを与えていて、観客を飽きさせない作りになっているんだぜ。そうなんだ。でも、サメのシーンって実際にどんな感じなの？それがこの映画のすごいところだ。サメの姿を見せるタイミングが絶妙で、最初のうちは姿をほとんど見せないんだ。観客は音楽や波の動きだけでサメの存在を感じることになるんだけど、クライマックスでは巨大なサメが迫力満点で登場するんだよ。
そんなに計算された演出なんだね。怖いけど見てみたい。1975年の公開当時も世界中で大ヒットして、この映画が夏の大作映画という概念を生み出したとも言われているんだ。日本でも大きな話題になって、多くの観客が海に行くのを怖がったっていうエピソードがあるくらいだぜ。それだけ強烈な印象を与えたんだね。私も見たら海が怖くなっちゃいそう。でも、それだけ見る価値があるってことだ。さて、次は第2位だ。ますます盛り上がってきたぜ。第2位、タワーリング、インフェルノ。次は第2位。タワーリング・インフェルノ。なんだか壮大なタイトルだけど、これはどんな映画なの？タワーリング・インフェルノは1974年に制作され、1975年に日本で公開されたアメリカのディザスター映画だぜ。結論を言うと、この映画は高層ビル火災というテーマで、圧倒的なスケールとリアルな描写が話題になった超大作なんだ。高層ビル火災。それって相当スリリングな展開になりそうだね。その通りだぜ。理由を説明すると、映画の舞台は138階建てという当時の常識を超える超高層ビルグラスタワーだ。このビルで起きた火災が、建物に閉じ込められた人々の命を脅かすという設定なんだ。そんな高層ビルが炎に包まれるなんて、考えただけで恐ろしいよ。ストーリーはどんな感じなの？ストーリーは、この火災を収めるために奮闘する消防士やビルの設計者、そして逃げ惑う人々を描いているぜ。設計者のダグ・ポール・ニューマンや、消防署長の小原・スティーブ・マックイーンが中心人物で、それぞれが命を懸けて火災と戦うんだ。それだけでもハラハラしそう。でも、どうして火災が起きたの？実例を挙げると、火災の原因は電気配線の手抜き工事なんだ。これが物語の鍵にもなっていて、災害の背後にある人間の責任や企業の問題も鋭く描かれているんだよ。なるほど。単なるパニック映画じゃなくて、社会的なメッセージも込められているんだね。そうなんだ。さらに、この映画の見どころは、当時の最新技術を駆使した特殊効果だ。炎の描写がリアルで、観客はまるで自分もその場にいるかのような臨場感を味わえるんだ。炎の恐怖がリアルに伝わってくるってことだね。でも、キャストもすごく豪華なんじゃない？ああその通り、ポール・ニューマンとスティーブ・マックイーンという、二大スターが共演しているのがこの映画の目玉だ。さらにフェイ・ダナウェイや、ウィリアム・ホールデンといった名優たちが脇を固めていて、演技のクオリティも超一流なんだ。それは映画ファンにとってたまらないポイントだね。日本でも話題になったの？もちろんだ。日本でもそのスケールの大きさと迫力が絶賛されて、当時の興行収入ランキングで上位に入るほどの大ヒットを記録したんだ。本当にすごい映画なんだね。これは絶対見てみたいな。その域だぜ。さて、ついに第1位だ。いよいよクライマックスだぜ。第1位、新幹線大爆破。ついに第1位。新幹線大爆破だね。タイトルからして緊迫感満点だけど、これはどんな映画なの？新幹線大爆破は1975年に公開された日本映画で、アクションとサスペンスを融合した名作だぜ。結論から言うと、この映画は新幹線に仕掛けられた爆弾という設定を中心に、スリル満点のストーリーが展開する傑作だ。乗客たちの命を守るために奮闘するドラマが見どころだぜ。新幹線に爆弾が仕掛けられるって、どういうこと？理由を説明すると、爆弾を仕掛けた犯人グループは、新幹線が時速80キロ以下になると爆弾が爆発するという条件を突きつけるんだ。運行指令長の倉持役を演じた宇津井健と、犯人グループの沖田哲夫を演じた高倉健が、それぞれ異なる立場でこの危機に挑むんだよ。そのキャストだけでもすごい豪華だね。特に高倉健さんが犯人役って珍しいんじゃない？実例を挙げると、高倉健が犯人を演じることには実は裏話があってね。もともと、高倉健は運転指令長の役でキャスティングされていたけど、自ら、僕が犯人をやるから宇津井さんに役を変えてほしいと提案したんだ。これがきっかけで役が交代したんだぜ。そういうエピソードがあったんだ。でも、それで犯人役を引き受けた理由は何だったの？高倉健自身が脚本を読んで、こんな面白い映画なら、
どんな役でもやりたいと感じたほど、ストーリーに惹かれたんだそうだ。それに、この映画の主役は新幹線そのものだっていう点が、彼のチャレンジ精神をくすぐったんだと思うぜ。なるほど。ちなみに、この映画って特撮もすごかったんじゃないの？そうだぜ。この映画では特撮技術を駆使して、新幹線が全速力で走るシーンや爆発の描写がリアルに再現されているんだ。その迫力は当時の観客を圧倒し、日本映画の特撮技術の高さを世界に知らしめるきっかけにもなったんだよ。脚本、キャスト、特撮のどれをとっても魅力的だね。それに、高倉健さんがギャラ半分でもこの映画をやりたいって言ったのもすごい話だよ。ああ、それだけこの作品にかけていたんだろうな。結論としてこの映画は、日本映画の枠を超えたスリルと感動を提供する最高のエンターテインメントだ。レイムも一度見てみるといいぜ。絶対見る。新幹線を舞台にしたこんなスリリングな映画、見逃せないね。総評またはまとめ。これで1975年に日本で公開された映画ベスト10の紹介は終わりだね。どの映画もすごく興味深かったよ。そうだろう？ 1975 年は、日本映画も海外映画も名作が揃った特別な年だったんだ。アクションからコメディ、そしてサスペンスまで、幅広いジャンルで楽しませてくれる作品ばかりだぜ。特に、どの作品にもその時代の雰囲気やメッセージが込められていて、ただの娯楽以上の価値がある感じがしたよ。その通りだ。例えば、新幹線大爆破みたいに、技術やスケールの大きさが話題になった作品もあれば、ヤング・フランケンシュタインみたいに、独自のユーモアで楽しませてくれる映画もあったからな。映画を通じて1975年の社会や文化を感じられるのも、こういうランキングの面白いところだね。そうだぜ。今回紹介した映画を見ることで、ただ楽しむだけじゃなく、時代背景や映画の作り手たちの情熱も感じてもらえると思うぜ。よし、全部見てみるのはちょっと大変そうだけど、いくつかは絶対にチェックしてみるよ。それがいいぜ。レイム、映画は見るたびに新しい発見があるものだからな。ぜひ楽しんでくれ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。